やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ EPZ は正直、初めて見た時には、突然複数のハイブリッドイヤホンを展開し始めた、怪しいブランドの一つ、という程度の認識だったんだけど、気づけば、人気の DAC や、入門機の91の評価、幅広いラインナップなど、一気に中国系ブランドの、中堅価格帯の定番に躍り出した印象がある。シェルの素材やデザインも様々なんだけど、個人的に一番おすすめなのは、入門機にして、チタンコート系ダイナミックドライバーモデルの定番として、非常に高い評価を得ている、EPZ91 とかだな。今回は、その91の新型、91プロと一緒に、たくさんのケーブルや DAC を送ってきてくれたので、一気に紹介していこう。今回紹介するのは、EPZ のケーブル、EPZ-DP12、ナイス HC ケーブルイスランドや、リンサウルのエアフロシネ、それから、JS ハイファイの銀付きのような、極太で柔らかいケーブルだ。ケーブルの取り回しに抵抗を感じず、それでいてしっかり太い洗剤。また、このタイプの洗剤は、金メッキ線を含んだものが少なく、銀メッキ線と銅線のミックス線なんかが多い。一応、2種類のミックス線である、JS ハイファイサソリなんかもあるが、DP12 は、単結晶銅に金メッキ、銀メッキをそれぞれ施したケーブルを、ミックスしたタイプのケーブルなんだ。さらに、このタイプのケーブルは、プラグの交換ができないタイプのものが多かったんだけど、今回の DP12 に関しては、5つのケーブルでプラグ交換に対応するという、嬉しい仕様になっているぞ。価格はショップによって異なるが、だいたい100ドル程度。ただし、セールの時には1万円程度まで下がるみたい。現在、EPZ はセール中なんだけど、それくらいの価格で購入できる、プラグ交換可能な単結晶銅ベースの金メッキ銀メッキミックス線と考えると、結構コスパは良い部類に入るんじゃないかな？取り回しは良好。見た目によらず、柔らかい素材で、反発は多少あるものの、耳や動作した時に引っかかるような感じはない。表面はスベスベなので、服との摩擦音に関してもそれほど警戒しなくても大丈夫。プラグ交換部分は多少摩擦のあるそのまま差し込むタイプで、ピン曲がりなども心配しなくて良いタイプだ。今回は2ピンタイプが届いたので、対応している EPZ91 に組み合わせて試してみよう。91プロとも別の機械に組み合わせて試してみるぞ。さて、DP12 は、さっきも言った通り、単結晶銅洗剤に、銀メッキ、金メッキをかけたものを、混ぜ合わせて作られてる。銀メッキ線は高音域側がはっきりしていて使いやすい、定番のリケーブル素材の一つ。金メッキ線は、金銀銅とくると、一番伝導率が高いのかなと思うかもしれないけど、実際には一番効率が悪く、音が優しくなるケーブルだ。ウォームよりで中低音の表現力に優れるものが多い。で、銀メッキ線は、定番の高音域がはっきり聞こえるケーブル。そこに、標準のケーブルよりはっきりと音が聞こえるようになる、単結晶銅線を足すと、なんかよくわかんないけど全体が良し、なケーブルになる。今回の DP12 についても、しっかりと全体のバランスが取れていて、それでいて中低音域が特に力強く出る、高音域低音域のディティールと量は保たれて、それでいて全体的に肉厚なサウンドになる、という、リッチな音が好きで、かつ細部が潰れて欲しくない人におすすめのケーブルとなっている。他の金銀混合線と同様、一部の音が突出したりしない、マイルドさと、ただ純度の低いケーブルとは異なる、分離感や解像度が残る印象で、ウォーム系が欲しいけど、解像度も残って欲しい。でも不自然に音が盛り上がるのは嫌、という、わがままな要求にしっかりと応えてくれるぞ。今回の DP12 は、その中でも、太い二軸ケーブルで、かつプラグ交換可能と、珍しい構成なのが特徴だ。特に、このタイプのケーブルを、いくつものプラグタイプのプレイヤーで共有したいときに、DP12 は魅力的な選択肢になるだろうな。といったところで今回はここまで。